皆さんこんにちは、秀樹です。今日のロストジェネレーションブルーストークは配属初日のお話ということで、部長秘書との秘密の話という内容でお話をします。で、自分がね配属されたところはね、鬼のなんとかっていうね係長がいるようなね、ちょっとおっかない職場だったんですよね。で、なんて言ったって初日ですから何やっていいか分かんないわけですよ。夕方が来まして、ね、チャイムが鳴って、まあこれで、今日はおしまいと、お先失礼しますみたいな感じで出ようとしたらですね、その鬼の係長の方から、なんでお前もう帰るのかと、お前勉強しなくていいのかみたいな感じでですね、ちょっとこう半分怒られるような感じで目で、言われましたけど、いや明日から勉強しますということで出てきちゃったんですよ。で見るとね、同じようにしてね、仲間の2人やっぱり出てきたんですよ。ロッカーで着替えて、さあ今から何しようかみたいな時にですね、美人な女性社員の方がね歩いてきたんですよ。でその方はね部長の秘書さんなんですよ。でこれはもうね、せっかくだから声かけてみようや、もう当然断られるねと思いながらも、どうもすいません、もう僕たち帰るんですけど、よかったら今からお茶にでも行きませんかみたいな感じでですね、まあ非常にこう軽いノリですよね。そうしたらですね、なんといいわよって言ってくれたんですよ。僕の車でとにかくちょっとドライブでね、その町の方に行こうということになりまして、僕が運転しながらね、その車中で話をしながら行くという感じだったんですよね。まあ自分もちょっとこうアピール半分ね、今日の感想も含めて、なぜ初日なんで全然こう分かんないですよね。もうざっとした雰囲気しか、職は暗いですねと、もうちょっと明るくしましょうと。例えばサーフボードを積んでね、みんな会社に来て、でそれで仕事終わったらみんなでちょっと波乗りに行こうぜみたいなね、そんな感じにちょっと雰囲気変えていきましょうみたいなこと言ったんですよね。当然こうみんなゲラゲラ笑いながらね。そしたらね、その、部長秘書さんが言ったのはね、いや最初はねみんなそうやって元気がいいのよと、でも1週間もね2週間もするうちにね、みんな元気がなくなっちゃうんだからってこう言ったんですよね。いやそんなこと、僕たちはそんなことないですよぐらいの感じでね、結構生意気なこと言ってたんですけれども、でもね、そんな会話を通じてもね、結構本当に僕らのこうノリというか、本当に学生のノリですよね、まだね。でそれにこうついてきてくれましてね、よくね本当にお相手していただいたですね。ただね、僕らも本当に、無計画無鉄砲だったので、その街中に行こうとは決めたものの、どこに行くかっていうのが、要するに土地勘もあんまりなくてよく分かってなくて、どうしようかなみたいな感じだったんですよね。でそれをねちゃんとこう察知して、くれましてね、あなたたちどっか行く店知ってるのと、いや今ちょっと考えてるんですけどねぐらいなね、答えしたんですよ。いやもしないんだったら私が一番好きな店連れてってあげるってこう言ってくれたんですよ。これでまたガーンですよね。何この大人の対応ね、応答びっくりしましたね。でさっきロッカールームで声かける以前はもう全く知らない人ですから、しかも相手はね部長秘書さんで仕事の中枢にいるような方ですから。でね、結局その後ね、その彼女がね連れてくれたんですよ、お店ね。よかった、いいお店だったと思うんですけどね、もうとにかくそこの車の中で会話したその内容、いわゆる半人前みたいなその学生気分の僕たち、きちっとねそれを冷静に受け答えて、でかといって会話を成り立たせね、話を合わせてくれて、いやなんてねこうできる人なのかなと、これこそ大人だなと、大人の女性だなと、もう感動しましたね。その日のことはね、それ以降あんまり記憶にないんですけれども、そこからね本当のこう仕事の日々が始まったんですね。2週間経ち3週間経ち1ヶ月経ち、そうするとね、いつの間にかね会社のペースの仕事にどっぷり使っちゃいましてね、もう深夜残業の毎日で心の余裕もなくという日々をねずっと過ごしましたよ。である時ふと気がつくとね、そういえば
宇宙者さんから言われたなっていうのをちょっとね思い出しながら、今情けないな、これ乗り越えなきゃいけないなみたいな感じでね、悪戦苦闘の日でしたね。でそうこうしてるうちにね、その方がね結局結婚退職されるってことになりましてね、ある日突然そのフロアの送別会みたいなのがありましてですね、ドライブで遊びに行ったよっていうのはね、これは内緒の話ですから、それもね言うことができず、どうもお疲れ様でした、ありがとうございましたぐらいのご挨拶でね、お分かりになったと思うんですけれども、ただこれもねすごくいい経験でしたね。今日は入社して初めての日のお話をしました。皆さんもいい一日をお過ごしください。それではさようなら。